んにちは。還暦ガレージにようこそ。突然ですが、皆さんはオープンカーはお好きでしょうか？オープンカーについてのメリットっていうのは、例えば爽やかな風を感じながら運転することができるとかですね、降り注ぐ太陽を浴びながらドライブすることができる。でそれに季節を感じながら走ることができる。で走ってて爽快だ。あと五感でいうと香りの部分ですかね、例えばその季節の香りを感じることができるとか、そういったところがメリットとして考えられるんじゃないかなというふうに思います。ただオープンカーに関して否定的な人から見るとですね、今お話しさせていただいたようなことが全てデメリットになるんじゃないかなというふうに思います。例えば、爽やかな風を感じて走るっていう部分ですけども、それもデメリットのとして感じる方から見るとですね、もう走りながら風なんか邪魔なだけだと。オープンカーで風になんかに当たりたくないと。で実際にこのビートもですね、オープンカーで走ってるとですね、風が侵入はしてきます。でどのぐらい侵入してくるかというとですね、サイドの窓ウィンドウを立ち上げておけばですね、ほとんど不快なほどの風は入ってこないです。でオープンカーで一番不快な風っていうのは巻き込みの風なんですよ。例えば運転席と助手席の間から風が巻き込んできて、意外と後ろから前に風が流れ込んでくるんです。でこの後ろから前に流れ込む風っていうのが結構不快で、私みたいに髪の毛の短い人はいいんですけども、これが女性のように髪の毛が長いとですね、後ろからの風で髪の毛がこう前に送られてくるので、これが結構不快じゃないかなと思います。ですから多くのオープンカーでですね、運転席と助手席の間にリフレクターっていうんですかね、パネルを設けて巻き込みの風を防止するような構造になっている車が結構多いです。でこの車ビートに関してはそういったものついてないんですけども、それほど風が強いとは感じないです。走ってて不快というほどではないです。で意外とですね、頭の上をこう流れていく風っていうのが若干感じられて、どうなんでしょう、座高の関係もあるかもしれませんが、頭の上を流れていく風っていうのも若干あります。それと、降り注ぐ太陽を浴びて走ることができる。でこれもメリットはメリットですけども、デメリットが非常に多いですよね。実際に夏場なんかにオープンにして走ると、もうとてもじゃないけど、暑くって走れないですし、太陽によってですね、肌がじりじりと焼かれてしまいます。私のようにですね、夏場短パンで運転してるとですね、もう本当に太ももが太陽に焼かれて、数時間運転しただけでもう真っ赤になりますので、先ほどの風の時もそうなんですけども、オープンで走ってると若干の風がないわけでないので、やっぱり帽子ですよね、キャップなんかをかぶって走ると、その直射日光も多少は顔の部分はですね焼けるのを防げるっていうのもあるので、帽子っていうのは必須です。それと季節を感じられるっていうのも、もうデメリットの方から見るとですね、快適な空間で運転したい。で季節を感じるっていうのは寒かったり暑かったりっていうことなんで、やっぱり快適な空間で走りたい方にとってはですね、そんなもん感じなくてもいいよと。先ほどメリットで言った爽快な感じ、これはですね爽快な感じするんですが、デメリット側から言うとですね、なんかこう周りに見られてる感っていうのがあるんですよね。爽快なっていうのはこう
なんていうかな、風も巻き込むし、こうオープンな感じがして爽快な感じがあるんですけども、その否定的に見るとですね、なんかこう周りの方に見られている感じが嫌だっていうのもあるんじゃないかなと思います。で、実際はですね、そんなにオープンカーだからって言って周りの人がじろじろ見るとかですね、そういうことはないんじゃないかなとは私は思っています。若干感じるのは信号に止まった時、その時なんかはですね、隣に止まった人が好奇の目でなんか変な車乗ってんなとか暑いんだろうなとか、そういう風な感想を持ってなんか見られているような感じはするんですけども、まあ多分ほとんどの人は何にも思っていないと思いますね。自分がそう、勝手に思い込んでいるだけじゃないかなっていうふうには思います。で、あと季節の感じを感じ取る香りの部分については、もうこれはもうデメリット、言わずもがなっていうか、皆さんももうお分かりかと思うんですけども、大型車両の後ろについたりとかですね、2車線の道で横に大型車両がつくとですね、もうはっきり言って臭いですこういった山道を走ったりとか海岸道を走ったりすると、そこの土地特有の匂いっていうかですね、香りも感じられて気持ちがいいんですけども、都会なんか街中なんかを走るとですね、ほとんど臭いんで、田舎の香りっていうのはあるかも分かりませんが、そういった意味では、デメリットに感じる人の方が多いかも分かりませんね。で、今ですね、どちらかというとこうデメリットを中心にお話をさせていただいたような感じになるんですけども、私はこの車30年乗ってるので、ほっとくとですね、いいことばっかりしか言わなくって、オープンカーはいいぞいいぞみたいな形になるので、今これご覧いただいている方はですね、ビートに興味のある方、もしくはオープンカーに興味のある方がご覧いただいてるんじゃないかなと思うので、あえてそのデメリット分を強調したような言い方になってますけれども、決して私の中ではそれは、デメリットじゃなくですね、好意的に感じています。で、実際にこの車の使われ方なんですけども、もうほとんど年間通してですね、日常的に使うことはなく、こういった特別なドライブ、そういう時にしか使わないので、もう私が運転する時はですね、ほぼ 100% オープンカーです。オープンにして走らせます。日常的に使っているとですね、多分ほとんどオープンにすることはないと思うんですけども、その日常の中でちょっとこう非日常を感じられますので、オープンはメリットじゃないかなっていうふうに思います。こういったオープンに乗ってるとですね、よく質問をされることがあります。例えばですね、オープンカーは気持ちがいいですかっていうお話をされるんですけども、私は素直にですね、8割方気持ちが悪いですというふうにしてます。ちょっと今ね、多分気温が10度ぐらいだと思うんですよ。こういう肌寒い日の天気のいい時にオープンで走るっていうのは本当に気持ちがいいんですけども、これがもう雨の日だとオープンにすることはできないですし、湿度が高い時、それにさっき言ったようなその暑い時なんかほとんど、気持ちいいシチュエーションにはならないんで、だから普段使いしてて8割方気持ちが悪いというふうに素直に言ってます。違って気持ちのいいところばっかり強調してもいけないと思ってるので、そういうふうな言い方をします。それともう一つよく聞かれる質問がですね、雨漏りはしないんですかっていうふうな聞かれ方をします。で、私の車ですね、ガレージで保管してますので、あんまり雨の日も走らないんで、ほとんど雨漏りはしてないんですが、よく雨漏りする場所っていうのが、屋根とウィンドウとの境、ここがだいたいゴムで雨が侵入するのを防いでいると思うんですが、やっぱり経年変化とともにですね、そのゴムが硬くなったり萎縮してくると、そこから雨が漏れたりですね、ここの窓枠とその屋根との境、この辺あたりからも侵入してくる
車が多いみたいです。ですから雨漏りはしないんですかっていうふうに聞かれるとですね、すると思っててくださいというふうに答えるようにしています。私の知り合いで昔の FCRX7 ですね、このオープンカーに乗ってる人なんかはですね、フロントガラスの上の部分から結構な雨漏りがしてて、でその対策としてはですね、屋根とそこの A ピラー、フロントガラスの間にですねティッシュを詰めると。このティッシュを詰めると結構な雨漏り防止になるらしくって雨が降るとティッシュを詰めてて対策をしてたっていう方もいらっしゃいます。オープンカーもですね、最近はハードトップっていうのが多いと思うんですけども、ハードトップだとですね、横風に煽られて屋根がこう浮き上がるっていうこともないので、普通のソフトトップに比べると雨漏りは少ないんじゃないかなっていうふうに思います。いかがでしたでしょうか。今日はですね、取り留めもなくオープンカーについていろんなお話をさせていただいたんですけども、先ほどもお話したように、これをご覧いただいてオープンカーに興味を持たれている方、もしくはビートに興味をお持ちの方をですね、ぜひ一度その、実体験、実際に体験をしていただいてですね、それでオープンカーを入手したり、もしくはビートを入手したりやってほしいなというふうに思います。またですね、ビートに関して、思いついたようなことをいろいろお話をさせていただきたいと思いますので、ぜひともチャンネル登録をしてですね、ご覧いただければと思います。今日は最後までご覧いただきどうもありがとうございました。